皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画はですね、フレキシブルカラーピクチャーコントロールであったり、イメージングレシピ。機能としてはめちゃくちゃいいものなのに、ちょっとおすすめしにくいというか、ニコンさんもう一歩頑張ってほしいなと。機能としてはめちゃくちゃいいのに、使い勝手というか、使いやすさのところでもう一歩ハードルをね、下げる必要があるんじゃないんですかという話をしていこうかと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ。はい、改めまして、ジマでございます。早速画面切り替えておりますね。フレキシブルカラーピクチャーコントロールとイメージングレシピが押しにくい理由です。すごくね、いい機能でおすすめしたいんですけど、人におすすめしていく上で、ちょっとね、進めにくいポイントがありますので、それをね、話していこうかと思います。目次ですね。まずご質問いただいたっていうところと、2つ目、先に結論、私のお話。3つ目、フレキシブルカラーピクチャーコントロールってそもそもなんですの。4つ目、イメージングレシピってなんですの。5つ目、皆さんの印象、アンケートって聞いてみたら、やっぱこうなりましたよ、ニコンさん。6個目、課題1。7個目、課題2。で、8。私の思う改善案ですね。今回ボリュームありますね。8番目までいってますね。で、9個目が、実体験とワークショップで実感した私の、受け取った熱量ですね。フレキシブルカラーピクチャーコントロールであったり、イメージングレシピというものはものすごく注目されているけども、それを使えている方はごく少数であるというのがニコンさんちょっともったいないんじゃないという話で10個目後書きというところでお話ししていきます。ページ進めていきますね。まずご質問いただきました。こんにちは。ジマさんの動画を見て Z5-2 を予約しましたと。おめでとうございます。Z5-2 ね、これめちゃくちゃいいカメラでございますね。そしてフレキシブルカラーに興味があるのですが、どういったものなのでしょうか。そしてパソコンでの画像編集などが苦手なんですけども、私でも使えるものでしょうかというご質問ですね。まず私からの回答。こんにちは。Z5-2 予約おめでとうございます。届くかどうかはちょっとわからへんね。めちゃくちゃ人気なカメラでございますので、発売日というか初期ロットゲットできる方はラッキーですね。というところがあるんですけど、大人気のようでございます。発売日に届くかニコンさんのね、供給面のところで頑張ってほしいなというふうに思うところがあるんですけども、さて、フレキシブルカラーについては興味があるけど使い方がわからないという声もね、数多くいただいております。細かい話にはなるんですが、フレキシブルカラーを使うのか、もしくはイメージングレシピを使うのかで、答えというか手順というかね、私の思うところがちょっと変わってきますので、それについてお話ししていきますというところでございます。ページ進めますね。先に結論です。今回のご質問のようにですね、フレキシブルカラーであったりとか、イメージングレシピというものに対して興味はあるけれども、複雑です。正直使い勝手というか使いやすくはないです。機能としてはめちゃくちゃいいけども、ニコンさんかなりね、リテラシー高い人に向けた、機能を実装されているなっていうふうに思いますので、複雑で使い方がわからないという声は私にも、定期的に届いております。私がね、フレキシブルカラーピクチャーコントロールとイメージングレシピに対する結論としては、誰でも簡単に使えるようにすべきだよニコンさんっていうところです。もちろん無償で利用できる画像編集ソフト NX Studio での機能になりますし、クラウドピクチャーコントロールですね。なんか似たような言葉出てくるけど、クラウドピクチャーコントロールに対応しているカメラなら誰でも使えます。Z52 とか Z63 とか ZF も入ったんかな。で、Z52 でしょ。結構使えるカメラっていうものは種類としては増えてきましたね。ただ、使うには仕組みの理解と使える環境にするまでの、根気っていうとちょっと大げさにはなりますが、どうしてもフレキシブルカラーであったりとか、イメージングレシピを使いたいんだっていう熱量が必要になってきますよねという話をしておりますと。ページ進めますね。この話をする前になんですけども、フレキシブルカラーピクチャーコントロールとイメージングレシピについて先にねご案内していこうかと思うんですが、フレキシブルカラーピクチャーコントロールとはですね、簡単に表現すると、写真、静止画動画
に対して適用するピクチャーコントロールっていうものがありますよね。フラットとかビビット、ニュートラル、スタンダードとか、風景とかポートレートとかね。で、ディープトーンとかリッチトーンとか、あとはフラットモノクロームとかなんかいろいろありますよね。で、そういったピクチャーコントロールに対してフレキシブルカラーというものを選ぶと、自分でピクチャーコントロールっていうものを作ることができます。で、それを、カメラに入れると、撮影時に他のピクチャーコントロール、一般的なピクチャーコントロールとか、クリエイティブのピクチャーコントロール、デニムとかソンバーとかトイのね、ような感覚で、クラウドピクチャーコントロールとしてフレキシブルカラーで作ったものが、使えるよと。自分の好みの色で撮った状態から適用して使うことができるよっていうのが、フレキシブルカラー、ピクチャーコントロールの中の一つの機能になります。で、それがレシピっていう形でね、使えるよっていうイメージにはなるんですけど、次に進めますね。ピクチャーコントロールには大きく3つのグループがあります。まず、馴染み深いニュートラル、ビビットとかね、風景とかのピクチャーコントロールの画面を開いた時にすぐに出てくるものです。馴染み深い昔からあるやつですね。一般的なピクチャーコントロールです。2つ目が、クリエイティブピクチャーコントロールですね。サンデー、デニムとかピュアとかトイとかメランコリックとか、あとはグラファイトとかもありますよね。ああいったちょっとクリエイティブなフィルターのおしゃれ写真を言葉難しいな、おしゃれな雰囲気で撮ることができるピクチャーコントロールで、3つ目が今回お話ししているフレキシブルカラーでございますね。自分で作ったレシピを登録する、クラウドピクチャーコントロールという中にフレキシブルカラーで作ったものが、レシピとして登録できるっていう形になっております。なのでイメージとしてはこれですね。ポートレートって今これは Z52 の画面です。今までの Z シリーズとちょっとピクチャーコントロールのね、表示が変わってます。ちなみにこの左上にこのフィルターマークがありますよね。このフィルターマークがあるのは今のところ Z52 と52の2つです。この2機種に関してはこの左上の絞り込みができるので、ピクチャーコントロールっていうのはものすごいクリエイティブも含めるともうかなりあるんですね。30個とかぐらいあるんちゃうかなっていうぐらいあるので、結構送っていくの大変なんですよ。ってなってくると、で、使わないものもあるじゃないですか。なのでここでも削ってしまって自分が使う、ピクチャーコントロール、クリエイティブピクチャーコントロール、クラウドピクチャーコントロールから2つずつぐらい残して5、6個ぐらいに絞ってしまえば、自分がよく使うピクチャーコントロールすぐアクセスできるようになっているのがここ最近の Z52 とか52の魅力の一つになっております。というのがなんとなくイメージつきました。で、次が様々なピクチャーコントロールというものは存在していますね。私が今お伝えした通り、一般的なピクチャーコントロールもあれば、クリエイティブのものもあれば、私たちが今作ろうとしているフレキシブルカラーであったりとかね。でもっと言うと他のクリエイターさんが作ってウェブ上に公開してくれているレシピっていう形で使うこともできます。で、カメラメーカーが基本は用意してくれてますよね。別にニコンに限らずですけども、ピクチャーコントロール、クリエイティブピクチャーコントロール、これはニコンのきっと色を担当される方が作られているものです。で、ものすごく綺麗にね撮れるし、そのいろんなピクチャーコントロールの中から自分の好みに合ったやつを選べばいいんですけど、やっぱり自分の好きな色であったりとか、その味付けをした状態で自分の世界観で撮りたいっていう声も前々からあったんですよね。で、そういったものに応えるのがピクチャーコントロールのフレキシブルカラーというものになります。ニコン純正のね画像編集ソフトの NX スタジオでピクチャーコントロールのフレキシブルカラーっていうものを選びます。先にちょっと画像の方に進めますね。こちらです。これですね。FC フレキシブルカラーって書いてますね。で、他のオートとかね、モノクロームとか、風景とかは一般的にいつも使っているものになります。このフレキシブルカラーというものがありますよっていうのをイメージしとってくださいね。で、これを選ぶと自分好みの色でピクチャーコントロールを作ることができます。
この画像はですね、皆さんも見れるニコンイメージングジャパンの、何やったっけ、YouTube チャンネルのね、風花さんが、NX スタジオで紹介されている内容の一部になりますので、ぜひね、皆さんも参考にしていただいたらと、フレキシブルカラーってこういう風に作るんやっていう風にね、イメージができると思います。なので、こういったものがフレキシブルカラーですよというイメージですね。で、どちらかというと、おしゃれなね、フィルム写真のような淡いノスタルジックな質感を出したかったりとか、映画のようなちょっとドラマティックなね、ちょっと青が強いとか、ティールオレンジっぽい色味で作りたいとか、しっとりとしたなんか奥深いね、表情をね、演出するためにピクチャーコントロールを自分なりに、ニコンが用意してくれているピクチャーコントロールだとちょっとバキバキに決まってしまうからっていうところでね、適用度下げてしまえばええとは思うんですが、それでもやっぱりもっと柔らかい表現がしたりとかね、いろいろあると思います。それを含めてクリエイター、写真作家ですよね。なので撮影前に自分のこんな風に撮りたいなっていうイメージがあって、コントラストとかサイドとか色相とかね、そういったものを細かく調整できるので、撮影後に編集する手間がかからず、取って出しの状態から理想の色でね、記憶できるのが、魅力ですよという形になっております。これですね。フレキシブルカラーピクチャーコントロール。この画面でございます。イメージとしてね、皆さんももうすでに、見たことあるかなって思うんですけども、もちろんなんていうかな、ニコンのピクチャーコントロールもめちゃくちゃ綺麗んですよ。私自身それは昔からレフ機時代からですね、ポートレートはちょっと黄色に転ぶかなとかいうところはあったんですけども、逆に自然風景を撮るときとかはニコンのピクチャーコントロールってめちゃくちゃ綺麗なっていう風に思っておりましたので、無理にねフレキシブルカラー絶対使わなあかんってわけではないんですよ。あくまで自分でいろんな色味を、作りたいなっていう時にフレキシブルカラーが使えるようになったよと。で、こういったね、いろんな写真作家のクリエイターさん方のレシピという、言うたらその人たちが作ったフレキシブルカラーっていうものがレシピっていう形で公開されてるんですね。で、それをカメラに取り込むと、その人たちと同じような、写真の仕上がりっていう形でピクチャーコントロールとして使える、シェアできるよっていう形に、なっているのがイメージングレシピというふうにね、イメージしてもらって、いろんなね、作家さんが、クリエイターさんの方々がこういうふうにレシピを公開しているよっていう形になっております。なんとなくイメージ伝わりました？クリエイターズピクチャーのね、コントロールっていうところでこういったね、皆さんよくニコンのね、ニコストップであったりとか、あとは公式チャンネルとかでね、出てこられている、クリエイターの方々のお写真っていうものが、こういった風にもうピクチャーコントロール適用するだけで同じように使えるよというものになっております。というところで、ここですね。撮影前にイメージに合わせて表現っていうものがもう決め打ちで、つまりは取って出しでも使える状態なんですよ。今まであれば取って NX スタジオとかに読み込んで自分なりにパパーっと色作って書き出しっていう工程が、取った時にもう自分の好きなピクチャーコントロール、フレキシブルカラー、レシピっていう形で登録していると、ポッて書き出すと、もう言うたら NX スタジオの工程をスキップできるんですよね。NX スタジオでどうせやること一緒でしょっていう形であれば、そのまま書き出してしまえばいいっていうところができるので、ものすごく便利なものですよっていう話です。次進みますね。こちらね、ぜひ見てくださいね。参考になりますので。で、次、イメージングレシピ。今の話の中から、大体レシピってこういうもんなんやねっていうのはキャッチされてるとは思うんですけど、もう少しね、言葉にしていこうかと思うんですけども、イメージングレシピって、写真の撮影設定っていうものを、作成保存したものです。フレキシブルカラーっていうものを機能を使って、ピクチャーコントロールを作りました。それをレシピとして保存してるんですっていう感覚ですわ。なので、保存したレシピの中に入っている色表現っていうものは、カメラに登録、読み込ませる、クラウドピクチャーコントロールの中にレシピとしてね、同期させることができますので、すぐに撮影に使うことができると。なので、フレキシブルカラーはどっちかっていうと自分主体なんですよ。私たちが
作りたい、使いたい色を作ってレシピとして、保存して、ピクチャーコントロールとして書き出して、フレキシブルカラーとして書き出して、クラウドピクチャーコントロールに読み込ませる。で使う。自分主体。自分に色の感覚をお持ちの方。それに対してレシピは、もちろん自分のね、色をレシピとして使うのもありなんですけど、どちらかというと、他のクリエイターさんが作られているフレキシブルカラーで作ったレシピっていうものをダウンロードというか同期させてカメラの中に読み込んで、そのクリエイターさんと同じような世界観で撮ることができる。これがレシピになってきます。なのでいろんなね、ニコンさん先ほどのようにクリエイターさんだいぶ増えましたね。昔っていうかフレキシブルカラーが出た時もっと人数少なかったんですよ。でもどんどんレシピね増えてきているっていうところがあるので、今後も多分増えてくるでしょうねっていうところがありますので、簡単にね、使えるよっていうものになります。ちょっと次進みますね。ちょっと混ざりがち、混在しがちなので順にお話ししていくと、1つ目、画像編集ソフト NX Studio には自分で好みの色を作れるピクチャーコントロールとしてフレキシブルカラーっていうものがあるよね。2つ目、そのフレキシブルカラーをレシピとして作成保存することができるんだよ。3つ目、保存したレシピをカメラにクラウドピクチャーコントロールとして登録することができるよ。ちょっと画像を切り替えますね。こちらです。クラウドピクチャーコントロールを登録。こちらにですね、ピクチャーコントロール18、19、20ってグラファイト、バイナリー、カーボンってバッキリ決まるね、モノクロのやつがあったりしますけども、その下にクラウドピクチャーコントロールというものがあるカメラもあります。クラウドピクチャーコントロールニコンイメージングクラウドに対応していたらっていうところなんですけども、クラウドピクチャーコントロールがあるので、ここに登録されていく。レシピが入っていくよ。フレキシブルカラーが入っていくよっていう感じになります。なんとなくイメージは伝わりました？ものすごくいいですよね。自分並みのその色が使えるっていうのはね。で、ポイントとしてはですね、皆さんの印象をアンケートで聞いてみました。フレキシブルカラーっていいよねとは思うんですけども、この YouTube チャンネルでですね、アンケート機能というものがありますので、2日間でね、ありがとうございます。約500名弱ですね、500票って言った方がいいのかな。500票弱の回答、490票の回答をいただきました。今も増えていってるので、もう500超えてるとは思うんですけど、私がこの記事を作った時には500弱ぐらいあればデータとして、そのなんか説得力があるやろっていう形で、500ぐらいで1回参考、スクショ撮影させていただいております。アンケートの内容、ニコンの一部カメラで使えるフレキシブルカラーピクチャーコントロールは知っていますかっていうアンケートをしました。もちろん知ってるよ、使ってるよ、いいよねっていう方が 12% で、知ってるけど使ってないのよって方が 46%。 結構多いですね。半分弱は知ってるけど使ってない。でもこれって言い方変えると、知ってるけど使いたいけど使える機種を持ってないのよって方もいらっしゃると思いますので、純粋にこの46が知ってるけど使ってないっていうわけではないっていうところは、あります。もう一つは聞いたことあるけど使い方がわからないっていうところですね。これが 17% で、ここがもったいないよねニコルさんって話です。もちろんその使い方がわからない、もしくは蓋を開けると自分のカメラは対応してなかった。なんやそれ。じゃあ新しいカメラ買わなあかんのかいっていうところが一つのオチだとは思うんですけど、この 17% に対してぜひニコンさんはアプローチをかけてほしいなって思いますし、逆にこの 17% に私入ってるわって方は、この機会にね、フレキシブルカラーであったりイメージングレシピっていうものを試してもらうっていうのが大事かなっていうふうに思います。で、25% はニコンさん頑張ってそもそもフレキシブルカラーってなんでんの、そんなん知りまへんわっていう方々でございます。でもそれがリアルな声やし、カメラの中でピクチャーコントロール十分綺麗なんです。私もフレキシブルカラーじゃあゴリゴリに使ってるかっていうと、フレキシブルカラー使おっかなっていう時ぐらいしか使えません。もう1割2割使ってるか使ってないかぐらいです。あと8割何かっていうと、一般的なピクチャーコントロールを使ってます。ニュートラルとかね、スタンダード、風景とか、ポートレートとか、ビビットとか、あのあたりをほぼほぼ使ってます。で、時折、デニムとか、ソンバーとか、ピュアとか、メランコリック、トイとかを適用量 30% とかでね、ちょっと味付けで使ってたりするぐらいです。だって、ニコンのピクチャーコントロールがいいんやもん。
それ気に入ってんねんもんっていうところがあって、それでもやっぱ違うなっていう、たまに自分の色味で撮りたいなって方が使うものなので、絶対使ってくださいねってわけではないんですよ。なので、知ってるけど使ってないっていう方々の 46% の中には、私と同じ感覚で、知ってるけど別にフレキシブルカラーわざわざ作らんでも、別にどなたさんのレシピダウンロードしてわざわざカメラにインポートして使わんでも、もうニコンの中に入っとるピクチャーコントロールがええやんっていう方もいらっしゃるんですね。私派っていうか、私と同じ意見のね方も多いんちゃうかなって思います。では次進みますね。当記事の執筆時点では結果として先ほどお伝えした通り、12% は使ってる。で 46% は知ってるけど使うとらん。で 17% は聞いたことあるけど使い方がわからへんよ。で 25% はそもそも知らんという形に、なっていると。でフレキシブルカラー、イメージングレシピを使っている方 12% の方とか 46% の知ってるけど使ってないよって方はもうご自身で判断できてはるんですよ。フレキシブルカラーいいな使おうっていう人もいれば、フレキシブルカラー知ってんででも使ってないねんとか、フレキシブルカラー知ってんででも私が持ってるカメラは対応しとらへんねんっていうのが判断できてはる方なんですよ。なのでこの12と46で 58% ぐらい、半分ちょいはもう OK やと思います。皆さんがご自身で選んでる結果やからね。ただこの気になるのは使い方がわからない 17%、 もっと言うと500票弱の17やから80名ぐらいか、80名ぐらいは使い方がわからへんのですよ。聞いたことある、使い方がわからへん。言い方変えると、使い方さえ分かったらフレキシブルカラー使ってみたいかもしれんっていう方々なんですね。なのでぜひニコンさんにはここの部分に対してなんていうの、手を差し伸べるっていうのはちょっと言い方があれですけども、サポートしていただきたいなっていうふうに思うんです。つまりフレキシブルカラーのレシピとかね、イメージングレシピとかって存在は知ってるけど、使い方が分からずに自分が楽しめる機能なのかどうかも判断できない状況で、 Z52 とか Z63 とか ZF の最新ファームとか Z52 を買うてんのになんかもったいないやん結局そこかいっていうね。使える機能があるのに使わんとなんか宝の持ち腐れなとったらもったいないやんっていう、使ってみようやっていう話になります。なのでぜひニコンさんにね、ここはフレキシブルカラー使えるカメラはこういう風に使ってもらえたら楽しいんやでっていうのをもっとアピールしていただきたい。なので先ほどのフレキシブルカラーの特設ページあったじゃないですか。すごくおしゃれで可愛らしくかっこよく使いたいなって思うんです。でも形として塊としておしゃれな空間を分かる。じゃあどないしたらええのっていうのが手薄というか、あんまそっち側に手を差し伸べてないんですよね。もうある程度リテラシーある方が使いたかったらどうぞぐらいで置いときますわっていう感じでフレキシブルカラーを置いているように私には見えるんです。もっと積極的に私たちはフレキシブルカラーを作りました、みんな使うてっていう感じでもう押し付けるぐらいのことをしていただけないと使うきっかけにならないっていうところがちょっとね、過保護すぎるって言われるかもしれないけど、ニコンさんには頑張ってほしいなって思います。きっとこの私のお話に対してそうだそうだっていう方も多分今ご視聴いただいている方の中にはいらっしゃると思います。フレキシブルカラーに興味あんねんけどもう使い方全然わからへんし教えてくれへんし不親切やわというね方もいらっしゃるかもしれないし、ジマさんそれは甘やかしすぎやわ、そのあたりも含めて自分で調べてカメラにイメージングレシピ登録して使うてんみんと学びにならへんよっていうねスパルタ派の方もいらっしゃるかもしれないです。もうこれはもうどっちも正解ですわ。どっちもどっちの見方によって正解なんでね。で課題一つ目、ページを送りますね。機能はいいのに使うハードルが高いいう話ですわ。先ほどのね機能のご案内をさせていただくときっと好印象やったと思うんです。自分好みの色が作れんの？何それ？フレキシブルカラー？知らん。イメージングレシピ？知らん。使ってみたい。何それすごいやん。最高やんっていうね方も一部の方にはいらっしゃるかと。ただ私はフレキシブルカラーピクチャーコントロールには課題があるなっていうふうに感じています。
それは使うまでに設定する項目であったりとか、内容の理解に加えて対応する部分、私たちが設定をしなあかんというか、いろいろ前準備しなあかんのですよ。使いたいな、ボタンポチじゃのうて、使いたいなって思ったら、イメージングクラウド経由で同期させてとかなんかいろいろあるんですね。で、フレキシブルカラー自分で使いたいと思ったら NX スタジオでローファイル掘り込んで、フレキシブルカラー選んで、いろいろこちょこちょして、ピクチャーコントロールとして書き出して、みたいな。ちょっと手間があるんですよ。この利用するまでのハードルが高い。もっと気楽に使わせてっていうのが感覚として持ってます。つまりフレキシブルカラーイメージングレシピとしてはできることは素晴らしいのに導入する壁ハードルが高くて使いたくても使う状態にできない方、使いたくても使う気が起きへんわと、使いたいけどそんな細かい話聞いとれっかというねところがありますので、そちらをちゃんとサポートしていただきたいなと。でこうなってくるとフレキシブルカラーとかニコンさんのなんかやり方にジマさんがなんか物申しとんでなんか小生意気やのって思われてしまうかもしれないので、ちょっと進めますね。もう一度言います。フレキシブルカラーとイメージングレシピというものは機能としては素晴らしいです。ものすごく推したい機能です。みんな使った方がいいよって推したいんです。でも私がフレキシブルカラーとかイメージングレシピを推していこうとすると、機能やね。骨、使い方わからへんっていう二言目にはそれが返ってくるっていうね。で、ここどうにかできへんかなーって思って、もちろん私からね、フレキシブルカラーこうだよ、イメージングレシピってこういう風にしていくよって言うと、もうわからん、やってって言われるんですよね。で、そうなってくるとちょっと話変わってきますやんっていうところがあるので、なんかもっとニコンさんにね、使い勝手のいいというか、もう簡単に使えるような環境を整えていただきたいなというふうに思っているところでございます。なので、撮影後、編集工程をすっ飛ばして、即利用可能な取っ手出しの状態で仕上げることが可能なので、フレキシブルカラーってめっちゃ便利なんですよね。で、もう一つ言うと細かい話ですけど、フレキシブルカラーって今多分ね、適用度ね、100% から変えれないんですよ。私が持ってるカメラたちはね。なので適用量、30とかに変えれたらいいなっていうふうには思います。これは今後の課題ですね。デニムとかは 100% だったら、バキバキに決まりすぎちゃうので、50% とか 30% とか、もう言い方があると 10% とかでもいいんでね。なんか雰囲気いつもとちゃうね。ちょっとおしゃれやね。ぐらいにフレキシブルカラーも変えたらいいなっていうところがありますので、ここはぜひ改善を、ファームアップの更新なんかでね、入れてもらえるといいかなと。で、現状のフレキシブルカラーレシピの使い方、ちょっとページ進めますね。興味を持っている方も多いかと思うんですけども、利用するにはちょっと準備が必要です。まず、自分の色味で楽しむ場合、フレキシブルカラーのパターンですね。こちら。画像編集ソフト NX スタジオを使ってフレキシブルカラーを作成します。で、2つ目、イメージングクラウド、ニコンイメージングクラウドに、フレキシブルカラー、レシピみたいなものをアップロードして、同期させてカメラのクラウドピクチャーコントロールの中に入れる。もしくは、自分が作ったフレキシブルカラーレシピなのであれば、SD カードにNX スタジオ上から書き出してデータとしてね、そのデータを SD カードに入れて、ファームウェアの更新、ちょっと前ね、最近はクラウド経由でもできるようになりましたけど、メモリーカードにファームウェア入れて、差し込んで読み込みってすると、ピクチャーコントロール、フレキシブルカラー、自分なりの色が取り込めるよっていうものになります。なんかこれはイメージつきやすいじゃないですか。NX スタジオで作って、SD とか、なんかイメージングクラウド経由で同期させたらええんやろうって。これはイメージつきやすいんですよ。問題はね、この2つ目のクリエイターの色味で楽しむっていう場面です。ちょっと画面進めますね。こちらです。まず、ニコンイメージングクラウドで好きなイメージングレシピを探します。例えば、クリエイター A さんのレシピというものがあって、これいいな、使いたいなっていうのを探します。で、2つ目、ニコンイメージングクラウドでレシピを保存ってします。そうすると、保存したレシピ、お気に入りというかね、同期させたいレシピみたいなものが集まった場所ができます。で、それをカメラにフレキシブルカラーとして読み込ませる。いわゆる同期させる感じですね。カメラをインターネットにつないだ状態。で、インターネットというか、イメージングクラウド
につないだ状態で、同期させるとクラウドピクチャーコントロールが読み込まれるよという形になります。ちょっとややこしいですね。こっちは SD カードがないんですよ。強制イメージングクラウド経由なんですね。これがね、なかなかハードルが高いようで、やっぱ SD カードで、はい、これ読み込ませてくださいって言うと、みんなすぐできるんです。ファームウェアの更新とかでもやったことあるし、感覚として分かりやすいじゃないですか。SD の中にレシピ入っとんねんね。じゃあそれをカメラに入れました。読み込ませました。使えるようになりました。バンバンザイ。でも、イメージングクラウドってなると、皆さんのね、スマホがね、とか、カメラのね、このね、接続のね、ID、パスワードがね、みたいな。もう分からへんっていう。私はインターネットせえへんねん、みたいなね。そんな話があって、イメージングクラウド、絶対ってなるとちょっと話難しいなっていうのが、現状の課題だと思います。次進めますね。2つ目の課題です。レシピの導入ハードルが高いですね。今ね、お伝えした内容とそのまんまになっちゃうんですけども、フレキシブルから自分で作った NX スタジオで作成したものは、メモリーカード経由で読み込めるし、クラウドピクチャーコントロールとして、イメージングクラウド経由でね、読み込めたりもしますので、もっと言うと、フレキシブルカラーを NX スタジオで作ってる方って、多分パソコン得意よね。得意じゃのうても、多分使える環境にはあるよね。っていうのがあるので、多分イメージングクラウド経由でも SD カード経由でも多分備え難しく悩まんでもできはると思うんですよ。なのでここはクリアしてると。問題はちょっと進めますけども、イメージングクラウド経由でレシピは絶対になるので、このレシピを導入するときにちょっと壁を感じるよねっていう。フレキシブルカラーの導入は比較的ハードルは低い。でもイメージングレシピを他のクリエイターさんのものを引っ張ってくるってなるとハードルが高いよねっていうのが課題の2つ目です。で、それに対して改善案なんですけども、まず1つ目。提案1です。初期状態のカメラに初めっから入れとってくれたらいいんじゃない？もうこれが私の答えというか、一番やってほしいことなんですけど、今、Z-GO2 起動させますね。で、ピクチャーコントロールのところを見ると、今私はリッチドーンポートレートを選んでました。風景、フラットとかドラマーとかピュアデニムトイとかブルーレッドとかグラファイトとか行って奥に行くと、カーボンで終わってます。クラウドピクチャーコントロールのところは何も登録がされていない状態なんですね。ここにそもそもですよレシピ入ってたらええんじゃんっていう。で、じゃあ誰のよって話なんですけど、それはニコンさんが推しの、なんか絶対みんなに使ってほしいですわっていうクラウドピクチャーコントロールレシピが3つぐらい入っとったらみんな使うでっていう。っていうか、多分フレキシブルカラーとかの感覚はノーて、ピクチャーコントロール、クリエイティブピクチャーコントロール、クラウドピクチャーコントロールっていう、もうシームレスにファーって切り替えていくと思うんですよ。この感覚に持っていくべきだなって感じてます。で、もっと言うと進めますけども、フレキシブルカラーとかレシピの存在を知らない方も多くいらっしゃいましたよね。で、クラウドピクチャーコントロールってカメラ上で表記されると、何のこっちゃが正直分かりませんやん。なんピクチャーコントロールクラウドなんみたいな。レシピってここで書いてないんですよ。どないなっての表記っていうところがあるんですけど、これはクラウドピクチャーコントロールという形で、上位の概念として用意しているので、言わんとしたことはわかるというところなんですけども、ここにもうレシピをね、3パターンぐらい入れとってくれたら、このクラウドピクチャーコントロールで何ですのっていう興味をまず知るきっかけにもなりますので、ぜひね、ここに初めからカメラ買った時から初期値で3つぐらい入れとってほしいかな。風花さんのやつとか、なんか瀬戸内ブルーとか、なんかあの辺ね、入れとってもらえるとおしゃれで楽しめるんとちゃいまっかっていうところです。提案2つ目。これはちょっとあんまり進めたくはないんですけど、ニコンプラザとかで導入サポートしてもうたらええんかなっていう。こちらですね。ただ対応スタッフの皆さんの負担とか、ニコンプラザ遠いっていうね、東京と大阪にしかありゃへんからっていうところでちょっと地域差が出てしまうんで、あんまりおすすめしたくないんですけど、やっぱり利用者としては
フレキシブルカラーとかイメージングレシピが使える状態にしとってもらえたら使うんですよ。なのでニコンプラザに持って行ってなんか壁にこのフレキシブルカラーこのレシピで撮ったらこんな感じになりますっていうさっきのね一覧みたいなのがあって、じゃあ3番と5番入れてって言って店員さんっていうかスタッフの方に渡してカメラをねフレキシブルカラーとかレシピ入れてくれると話早いなって思うんです。でもこれはちょっとね難しいですよね。でもっと言うとニコンプラザだけでフレキシブルカラーが SD カードに入った状態、今まではイメージングレシピはクラウド、ニコンイメージングクラウド経由でしかできへんって話やったじゃないですか。でもこれって私ら利用者からの視点なだけであってニコンさんの中やったら別にどうでもできますやん。だって持ってるでしょデータ、各クリエイターさんのレシピフレキシブルカラーなのでニコン内でニコンダイレクトじゃないニコンプラザ内で SD カードの中にもうそれが入っとってポイって読み込ませたらできるようにね SD カード置いとってくれたらいいんちゃうかなってちょっと思います。よく最近やったらね動画コーナー超望遠コーナーとかいろいろ用意してくださってますやんニコンさんね。ニコンプラザ内にその一角にフレキシブルカラーのコーナーがあって SD カード盗難されへんように気ぃつけなあかんけど SD カードがあってそれをカメラに入れるとフレキシブルカラーが各来場者さんの、カメラに登録できるという形にしとってもらえたらいいんちゃうかなって思います。フレキシブルカラーのデータそのものが複製されてしまうとかなんかいろいろね、セキュリティ的なリスクはあるのでまずそもそものスタッフの対応コストってのもかかりますし無料でする機能に対してそこまでコストかけられへんわっていうのがニコンさんの本音だとは思うんですけどこれぐらいしとってもらってもいいかなと。でこれが難しいんやったらもうカメラ初めから出した状態から、フレキシブルカラーとかレシピ3つぐらい入れとってよっていう話です。ちょっとページ進めますね。提案3つ目です。レシピもメモリーカード経由で登録できたらいっちゃん早いですねでもこれは多分難しいです。クリエイターさんのノウハウっていうかクリエイターさんのもうそのなんていう技術量というかもう全てじゃないですか色味ってね。でそうなってくるとその色作りの技術っていうのがフレキシブルカラーが例えばファームウェアみたいにダウンロードできてしまうと利用者としては楽ですよ。それを SD カード経由でレシピを登録できたら。でもそのクリエイターさんが嫌がりますよね。私たちが作ったレシピフレキシブルカラーがニコンのウェブサイト上にオープンに公開されてなんかもうオープンソースみたいにダウンロードされてなんかもう入れられてカチャカチャ書き換えられてみたいな感じになると多分クリエイターさんが嫌がるっていうのがあるので現実的ではないけどでもこれができると楽やなっていうふうに思います。でニートさんの提案に関してはちょっと難しいですよね。なのでやっぱ一つ目のもうカメラ買った時からフレキシブルカラー、イメージングレシピが3パターンから5パターンぐらいは入っとってくれていいんちゃうっていうのが現実的なご提案になります。で次実体験の話です。ページをちょっと進めますね。すごくね熱量あるんですよ。フレキシブルカラーってねものすごくね撮影に対してモチベーションアップさせる効果があるなっていうところがあってもっと使いやすくなればいい。言い方を変えるともっと多くのニコンユーザーが使えるようにすればいいのになって思ったのは私が前回の、ニコンクリエイターズのメリケンギャラリーのイベントでスタッフとして入ってたんですけどレポート係としてねワークショップがあったんですよ。でその時に Z6C です。でフレキシブルカラーまだ ZF もう Z52 も出てないしZ52 も出てない時代です。その時にフレキシブルカラーが使えるのは Z63 ぐらいしかなかったんですよ。でその時にね、ワークショップっていうものが開催されてこちら、イベントページちょっとページ変えますね。クリックこれです。こんな色どうやって作るのっていうね上田先生のニコン Z63 を使ったカメラで作る色作り基本のキーというワークショップがありました。こちらねご参加いただいた方この写真すいません私が撮ってます。レポート係としてね、撮影しているお写真になります。上田先生がこうフレキシブルカラーでねいろいろ、こういう風にするよっていうものに
なってます。まあ内容としてはフレキシブルカラーをなんていうの、上田先生がこう作るよみたいな話をして、それを実際カメラに入れて撮影をするというものになっておりますね。でレポートページ見た方が話早いかな。こっちですね。これなんですけども、はじめにでこれですね。まあ去年の12月7とか8やったかな。Z63 を使った色作り基本の木っていうイベントがあって、でこれまあ動画の話なんですけども、こういった形でね、みんなに Z63 がまあ使ってねっていう形で、手元にみんな各それぞれのテーブルというか各参加者全員に Z63 が用意されてるんですね。まあニコンさんが協力で入っているので、機材は全部ニコンさんがね用意されてて、上田先生と一緒にまあワークショップって形で外を撮影にね行ったりとか、するものがあって、フレキシブルカラーピクチャーコントロールってこんなもんだよって上田先生がお話しされて、上田先生のフレキシブルカラーの話です。で皆さんもねこういう風にお写真撮影されてたりとか、参加者さんねみんなテーブルの上 Z63 あるでしょ。こういう形でみんな Z63 を体験できる場になってます。でさっきの NX スタジオのところのフレキシブルカラーのところはこういう風に使うよであったりとかで、これ私です私です。私がここに映り込んでおりますね。上田先生のこのカメラに私がこのように映り込んでいるっていうところなんですけども、こういう風にねみんなで、撮影というかフレキシブルカラーについて座学っていうもので学んでますよと、こういう風にねみんなカメラがあって、でニコンさんのお貸し出しのねオレンジシールが貼ってある機材があって、皆さんペンと持たれてね勉強されてるよという形です。でこういう風にフレキシブルカラーっていうものを使っていくよっていうね、色作りってこういう風になってこういう風に変わっていくよみたいな話をされてるイベントです。でこのイベントの中で皆さんねすごくフレキシブルカラーに興味があってね楽しくされてたんですけど、一つ大きな違いがっていうかポイントがあって、このカメラたちはフレキシブルカラー上田先生のレシピ初めから入ってるんです。なんでかっていうと、前日に私ら準備で行ってたんですよ。でテーブル会議テーブルみたいな横にくっつけて、誰々さんはこの席で、レンズはこれで、資料はこれで、キャンペーンのクーポンはこれでとかいろいろ並べていくんですね。で、誰々さんはこのカメラこのレンズ、はい OK はい OK、 バッテリー予備バッテリーありますかみたいなチェックリストでチェックしていくんです。皆さんので参加者さんのみんなをチェックしていく、そのうちのスタッフの一人なんですけど、そうした時に上田先生が各カメラの電源を入れてフレキシブルカラー読み込ませてたんですよ。 SD カードに上田先生が作ったやつやから、上田先生はフレキシブルカラーを持ってるんですね、 SD カードに入ったものを。でそれを各 Z63 に差し込んで読み込ませると、クラウドピクチャーコントロール上にも上田先生のピクチャーコントロールフレキシブルカラーが入ってると。で次の翌日参加者さんがみんな来られてカメラを手に持ちます。で実際電源を入れて撮ろうとすると、もうフレキシブルカラー上田先生のレシピっていうものが入ってるんですね。ってなると使いますやん。そういう状態をニコンさんがもう Z52 5まあ F は63ももう出荷しちゃってるから難しいかもしれへんけども、その状態を初めから作っとってくれたらいいんじゃないのかなって個人的には、思うところがありますと。この日12月やったけど結構あったかかったよね皆さんね。バリアングル Z63 やからねっていうところになります。まあこんな感じのイベント、この写真というかレポート記事含め私担当させていただいております。12月やったけどまだちょっとねもみじっぽいのあったりとかねして、みんなでこういう風に写真撮ったよと。で上田先生のねこういうところどころで要所要所でみんながこんな感じなんですけどって言うと、上田先生がこんな風に撮ったらええやんとか、そういう話をねさせていただける、メリケンギャラリーさんっていうね関西にある神戸にあるイベントです。でみんなが撮ってきた写真を持って帰ってきて、上田先生が好評という形でねこんな風にしたらいいんじゃないというところで、これは参加者さんの作品なのでぼかし入れてますけども、皆さん自分のね素敵なお写真撮影されて、それを A3 のサイズでねバーンって印刷してなんていうの持って帰れるものになります。結構大きいよねこういうねサイズ
で、いいですやんっていう話をしてると。この感じ、みんなチェックリスト持って、バインダー持って、誰々さんレンズこれで、カメラこれでって、中の一人。普通の、スタッフとして。で、冒頭のね、ご挨拶で、私ね、お話しさせていただいておりますので、ただいの、司会進行まではいかへんけど、ただの冒頭挨拶の兄ちゃんと、後ろで記録係のスタッフをしておりますせっていうところでございます。で、同時にね、何やったっけ、合同写真展という形で全国ニコンで撮った写真展で、私もね、参加させていただいて、自慢チューブ参加させていただいて、上田先生はイスタンブールのね、お写真を投稿されてたという形になりますので、こういったイベントがあるよっていうのがイメージついたかなと思います。で、ここの場で、お伝えした通り、ポイントとしては、初めからカメラにフレキシブルカラーが入っているっていうのがすごく大事だよねというところになります。もう大体話しちゃったかな。で、提案4つ目。これ大事です。そういった上田先生が実施されたようなワークショップをもっといろんな地域でやったらいいんじゃないっていう。なので、ニコンプラザとかが大きいとは思うんですけど、やっぱりその、使いたいけど、使い方がわからないよっていうレイヤー層に対して、こういう風に使っていくんですよっていう教える場、ユーザーを教育する場をニコンがもっとしっかり用意すべきなんだろうなってのは思います。神戸、関西のところでは上田先生をお呼びして、前回のね、Z63 のフレキシブルカラーみたいなのが、あれがもっと各地域でバッ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 バーって開催されたらいいんじゃないのかなっていうところでございますね。今回の記事を執筆にするにあたってですね、正直過保護すぎないかっていう疑問が私の中にもありました。と言いますのも NX スタジオも無料やし、フレキシブルカラーも無料、いわゆるカメラ買ったら使える機能やでっていう状態やのに、それに対してそんなにもっとあれもこれも求めると、ジマさん大丈夫？なんかカスタマーハラスメントじゃないですけど、過剰に求めてくるユーザー層になってるでっていう風にね、思われてしまうかもしれないんですけど、大前提としてはフレキシブルカラーっていうものがニコンさんが用意している。で、それはものすごくいい機能だ。で、イメージングレシピというものもある。ものすごくいい機能だ。っていうか仕組みですね。どっちかっていうとレシピに関してはイメージングクラウド系で使えるからすごくいい仕組みだ。でも、それはもうパソコンとかに慣れてるリテラシーの高い方々が積極的に使えて楽しめるもので、もっと言うと若手のクリエイターとかが楽しむもので、ちょっと感覚としてそういうのがわからない方からすると、なんかいろいろあるらしいけど、なんや知らんけど、寂しいなっていう思いになっちゃうと。でも Z63 の中に上田先生が初めからポンって入れてくれるカメラをみんな持った時に、すごく積極的にフレキシブルカラーめっちゃ楽しいっすねみたいなね話をいろいろさせてもらったんですよ。私言うたらスタッフの一人として後ろに立っとるからね、普通に。ジマさんってジマさんみたいな感じで、そうです言うて、YouTube で話してる兄ちゃんですわ言うたら、あーみたいなね話をしてもらって、その時にフレキシブルカラーのねお話させていただいて、使い方がわからんかったけど使えるように沿ってくれたら使うわっていうね感覚になってますので、これをニコンさんはぜひいろんなカメラでワークショップ開催するってハードル高いじゃないですか。集客の問題もあるし、収益ちゃんと出んのとか、収益出んかったとしてもニコンさんが協賛で入ってくれんのかとかね、いろいろ機材の関係とかもあるから簡単ではないと。じゃあ一番現実的には何かっていうと、もうカメラの初期状態買った時からレシピフレキシブルカラーがカメラの中に入っている。で撮影する中でピクチャーコントロール、クリエイティブピクチャーコントロール、クラウドピクチャーコントロールがもうシームレスにコロコロコロっと切り替えられるようになっていたら、その使う中の人に一握りがクラウドピクチャーコントロールって何とか、フレキシブルカラーって何とか、イメージングクラウドって何って全く何もない状態なんで、今クラウドピクチャーコントロール空っぽなんでね、カメラ買ったらどうもできまへんやん。でもこれがクラウドピクチャーコントロールが1個か2個入っとったら、ここに誰々さんのレシピ入れたいんですよっていう、なのでそのコミュニケーションのきっかけになるんですよね。なのでぜひニコンには初期値からピクチャーコントロールの中にクラウドピクチャーコントロール、イメージングレシピっていうものを入れとっていただけるといいかなと。NX スタジオでフレキシブルカラーを作って自分でカメラに入れてっていうと、ぶっちゃけハードル高いですなのでやっぱレシピをねもっと気軽に使えるようにニコンさんには、頑張るっていうと言い方あれですけども、もっとユーザーにね
寄り添っていただけたらなというふうに思っている今日この頃です。すごくね、長く話しちゃいましたけど、私自身レシピに関していい機能だなと思ってるけど、相談を受けることがめちゃくちゃ多いし、最近 ZF がファームアップ入ったでしょ。あれが結構致命的言ったら表現悪いけど、結構決定的で、ものすごくいろんな方から聞くけど、使い方わからへんっていうね。使えるようになったのはわかる。でも使い方わからへん。使いたいのはわかる。でも分からへんっていうね。ここの壁をどうにか突破していただけたらなというふうに思います。まあそこをジマさんがね、狙い目なんちゃいますの。その部分をジマさんが埋めたらええんちゃいますのって言うんですけど、労力がすごいっていうところがありますので、ニコンさんに初めからカメラに入れとってもらえたらいいんちゃうかなっていうのを今日の、昼、ご飯食べながら思ったところでございます。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新、ここ数日はショート動画挟んでね、毎日更新。Z5-2 もね、かなりホットなカメラになりますので、このあたり結構中心に今取り上げてますけど、ぜひチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また、写真集作っております。ジマチューブセレクトね、1、2、3、4と作っておりますので、ぜひ、概要欄にリンク貼っております、ジマチューブ .com/ストア、私のお気に入り写真をね、集めた72ページとか、80カット、90カット、最近は80ページぐらいのね、ボリュームで作っておりますので、ぜひ、概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。あと、オンラインサロンジマチューブコミュニティジマチューブ .com/サロンですね。SALON。で、日頃こうコミュニケーションでね、カメラとか写真に関するコミュニケーションを取る非公開のグループを持ってます。で、その中で皆さんお写真投稿していただいて、それを私が見てですね、次の月に1ヶ月まとめて皆さんのお写真をこういうふうに思ったよっていうフィードバックさせていただく動画、サロンメンバーさん限定のものを収録していたりとか、あとは先ほどのね、合同写真展へのお誘いですね。こういうふうに写真展開いてるから、みんなも合同で私と一緒に出ませんかっていう形でね、お誘いさせていただいたりしておりますので、ぜひオンラインサロンもチェックしていただけると嬉しいです。チャンネル登録とコメント、高評価はもう無料でできる応援ボタンなので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ね、よろしくお願いします。また次の動画で皆さんがフレキシブルカラーピクチャーコントロールに対して思うところがあればコメントに書いてもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。